はい、お羊座の皆さん、こんにちは。アストロカウンセラーのダーラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。ちょっと今回動画の更新が遅れてしまって、申し訳ありません。ご心配いただいた皆さんありがとうございます。おかげでちょっとゆっくりできました。今回は2月10日の新月から2月24日満月までの2週間をちょっと星の補足説明をしながらタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。ちょっとお知らせなんですが、私の方でアストロフレンズタロットフレンズというメンバーシップをやっています。これは星のことを勉強したいなとか好きだなとか、タロットのことももっと読みたいなという方のための勉強会を毎月やってまして、もう合わせて300本以上の動画がありますので、全部見放題になっています。ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。では早速いきます。お願いします。2月の10日から24日まで。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルス7の逆です7、そしてページペンタクルスページの逆、鳳凰逆、ワンドページ逆、ソード8逆、ペンタクルス4、そしてお月さんの逆ですね。気をつけることや対策はカップ10と女教皇とオラクルはカップのキングです。なるほど、そうですか。ちょっと先に補足説明、星のね補足説明をさせていただくと、この2月っていうのはとてもね自由に改革していくとか、自分のオリジナリティを出していくっていうエネルギーがすごく強い1ヶ月なんですね。で、特にそれが2月の14日あたりっていうのはもう根底から湧いてくる自分の強さみたいなものがあって、でそれをお羊座の皆さんは自分の未来のために使おうみたいな時なんですけれども、それが特にどこで強調されるかっていうと、グループの中でとか、何かこうね会社の団体とか趣味の団体でもサークルでも、何かそういうコミュニティでも、そういった自分を取り巻く多数の人たちとの間の中で、なんとなく自分が勝手をしてるんじゃないかとか、自分のなんか独断と偏見でなんかいろいろ言い過ぎなんじゃないかとかいうことを思いがちなんですけれども、そこでお羊座のエネルギー、こう底力っていうのかな、こう切り開いていく底力っていうものを試されるみたいな1ヶ月なんです。ですのでご自身ではなんか私って浮いてるかなとか、なんか強く言い過ぎたかなとかっていうことを思いやすいかもしれませんが、それぐらいでちょうどいいと思います。自分で自分の個性や自分の特質っていうものを認めていかなきゃいけないっていう時なので、他者を気にして収めるというよりは、本当に自分がしたいことなんだろうとか、自分が言いたいことは何だろうということを自分でちゃんとキャッチしてくださいね。そしてカードで見ると、まずこの2週間っていうのはやることを淡々とね、やることをこなしていくんだなっていう風に出ています。お仕事だったり勉強してることだったり、自分がやろうと思ってること、手がけていることをとにかく淡々とやっていけるやっていける2週間です。それは良かったですよね。そう、面白いとか面白くないとか、うまくいってるとかいってないとかっていう自分の主観は置いといて、とにかく日常はとてもルーティンに進んでいくよって。でそのことによって自分が思っているよりも多くを生み出せるみたいなね、多く自分はまだまだだと思ってたとしても多く勉強できたとか、多く成果を出せたとか、そういう流れはありそうです。ただものすごくなんでしょうねもしかしたらお羊座の皆さんは、例えば2月勢いがある時だよとか言われてるし、3月も4月もみたいな、すごいお羊座さんね、会議日食もありますし、こう流れに乗っていきたいみたいな気持ちがあるかもしれないんですけど、一足飛びにはいかないよっていうメッセージもありますね。もうそこは焦らずに一つずつこなしていきましょうと。で一つずつしかこなせないなら、そんないっぺんに2つも3つもやろうとせずに、一つずつ目の前のことをこなしていけばいいじゃないですか、それだけで十分じゃないですかみたいな感じがしました。でも自分ではもっと早く進めたいとか、もっと効率よくやりたいと思うがゆえに、今やってることを自分で否定しそうだなと思ったんです。すごく逆位置が多くて、ものすごく何かいいことやってるっていうか、これは例えば自分のねエゴのことだけではなくて、これは周りの人のみんなの役にも立つし、これはすごくいい自分のライフワークになりそうだみたいな、そういう感覚があるにもかかわらず、なぜかどこかで
このやり方でいいのかとか、これでうまくいってるのかっていうことを常に常になんか自分にこう聞いてるというか問いただしてるみたいな感じがあるので、2月のこの2週間は本当に一つずつしっかりと進んでいきましょうと。現実を、なんていうか一足飛びにはいかないから、現実をしっかりとこたせたらそれでいいじゃないですかっていうのがまず感じたメッセージです。そしてこの2週間過ごしていく中でなんていうか一つのいい意味での諦めというか開き直りみたいなものありそうで、まあそんなに無理しても仕方ないしなとか、気がつかないうちに自分でこんなに多くのものを抱え込んでいたとか、あれもこれもしなきゃって思ってたけど、そういうのって本当いらないよねみたいな形でのいい意味でのね解放があります。でそのいい意味で解放した後は本当に大事にしたいものだけを大事にしていこうと、もうこれだけがあればいいみたいな、そういう感じもありますね。だから何かこう気づかないうちにね、だんだん構想が大きくなって目標も大きくなって話が大きくなってわーってなってたところが整理されて、自分が大事にしたものはこれですっていうものを大事にしていくっていう流れがありますね。うん、そして、ちょっと今感じたことなんですけど、特に今ねこの今年の前半とかっていうのはすごくお金のことも強調されてますし、一般的にはねお羊座さんお金運がいいとかって言われてると思うんですけど、いい時っていうのはやっぱお金の使い方っていうものをすごく考えなくちゃいけなくて、何も考えずにお金がいいっていうよりはお金のことを真剣に考えざるを得ない状況とか、今まで以上に経費がかかるとか、これまでのように使ってはいけないんだなっていうような気持ちにもなりやすくて、そういう意味ではねこのペンタクスの4っていうのはしっかりとお金の価値をちゃんと持っていきましょうとか、無駄遣いはしないようにしましょうとか、本当に価値のあることだけに使いたいみたいなものもあるので、お金に対しては若干シビアな感覚になるかもしれないですね。でもそれぐらいでいいと思います。でそしてお金に関してはそんな感じ。そして、今まで進めてきた物事やビジネスの展開に関しては一つの開き直りみたいなものがあり、目の前のことをしっかりやっていこうっていう形になります。でそしてですね、なんだかねこの2週間そうやって現実はちゃんと進んでいくし、いい意味での解放もあり、大事なものを大事にしていこうっていうのはいいんですけどなんだかね優しいエネルギーに包まれてるなって感じがします。オラクルがこのカップのキングで、まるで誰かがずっと思ってくれてるみたいなそんな感じもあり、なんか、自分では目の前のことやらなくちゃとか、仕事でこれだけ稼がなくちゃとかいろんな思いはあるんですけど、でもそういった役割をちょっと外れてみた時に常に自分のことをやっぱ応援してくれてる人がいるとか、理解してくれてる人がいるとか、そういう誰かからの優しさってずっと届いてますよっていうふうに言われているので、是非その優しさをね皆さん自身が感じて過ごしてみてほしいなと思いました。で実際にここでもカップの10とか出ていてとても満たされてるんですね。でお羊座の皆さん走っていきたい方多いと思うんですけど、でもこの2週間はねコツコツといきましょうというふうに言われていて、そのコツコツの中でこそ感じられるなんかすごいいい幸せ感があるかもしれませんね。こんなになんか毎日を豊かに過ごせてるとか、そんな感じかもしれません。ちょっと余談ですけど、私もこの12週間体調悪くてずっと寝込んでましたけど、こんなに寝た時ってあったかなって思うぐらい寝て幸せを感じたりとか、なんか普通に過ごせるっていいことだなみたいなことを感じたりして、すごく幸せな気持ちが実はあったんですね。体はしんどいけど、なんかそんな感じでとってもこの2週間お羊座の皆さんでそういう幸せを感じられるのかなっていうふうに思いました。で頭はとても聡明で、ちょっと私から見ると逆位置なんですけど、本当にちゃんと分かってるっていうのかな、自分がやるべきことも分かってるし、リスクもちゃんと分かってる。その上でいい意味での解放があり、そんなに焦っても仕方ないしなっていうところで大事にしていくものを大事にしていく。そしてなんかね自分でも、ちょっと不安があるとか、ちょっとお金の使い方考えようとかっていうのはあったとしても、でもどこかでいやこれでうまくいくんだよなっていうそんな策っていうのはご自身の中にあるんじゃないでしょうか。それでいいと思います。そして
この2週間着実に収めることができ、最終結果は月さんの逆なので心配することはなかったねみたいな感じです。なんかこう心配が起こらないように現実をしっかりと過ごしていこうっていう行動があるんですけど、実際やっぱりその心配事は現実になることはなかったよみたいな、でちゃんと過ごせましたねって感じがしました。そしてどちらかというととても温かい思い、誰かが応援してくれてるとか思ってくれてるとか、そういうのがあるので、それを感じながら過ごしてほしいなって思いました。はい、ちょっとね補足で見てみましょうか。なのでコツコツと進んでいく2週間ですね。うん人間関係はね悪くないですが、直接誰かと関わるというよりはなんだかちょっと遠くから関わってるみたいな感じがあるので、最近でしたらそういった Zoom とかね、そういうのでつながってるとか、普段仲良く身近にいるわけじゃないけど遠くにいる誰かとはとてもいい関係みたいなのもありますし、で、そうね。なのでちょっと一人で過ごす時間も多いのかなって感じもしますね。人間関係悪くないけど一人で過ごす時間も多く、どっちかというと遠くから飛んでくるような思いみたいな、誰かの思いやりだったり優しさだったりっていうのが直接渡されるというよりは遠くから飛んでくる感じがします。うん、ビジネスにおいては、勝負をかける時ではないですね。きちんと準備をして整えてリスクがない形でやっていこう、今はまだ温めておこうみたいな感じの方が強いです。人間関係、そうね、そんな感じかな。ちょっと一応見てみます。スターですね。ペンタクス6、ワンドのキングということでやっぱり温めとくのがいいみたいですね。さっきビジネスではまだ勝負をかける時じゃないって言ったんですけども、それは皆さんの状況に合わせてね、今だと思ったら言ってもらって全然いいんですが、構想をしっかりと練るのがいい時みたいです。そしてきちんとうまく回るのかっていうシミュレーションをして、これだけお金をかけても大丈夫なのか、これだけお金を流しても大丈夫かということも見た上で、こう少し先の未来のね理想に向かって進んでいく。なので力を蓄えていって準備している時っていう感じがしました。はい、ということで今回ここまでにしておきます。次回はまたね24日の満月までに次の動画をアップしたいと思います。ということでありがとうございました。もしタロットリーディング興味ある方はアストロ&タロットレンズの概要欄をご覧ください。ということで2月もいい時間になりますように。失礼します。